AI は日本の希望となるのか。政府が描く成長戦略の光と影。皆さんはご存知でしたか？日本政府は今 AI を日本の成長戦略として本格的に進めようとしています。その中心にあるのは2つの考え方です。 AI を社会の中で活用し日本の成長につなげること、そして AI を安全に使うためのルールも整えることです。なぜ今そこまで AI が必要なのでしょうか？理由は日本社会がすでに大きな限界を迎え始めているからです。人手不足は進み、行政、医療、教育、製造、研究開発など社会を支える多くの現場で負担が増えています。やらなければいけない仕事は増えていく。しかしそれを支える人は減っていく。このギャップを埋めるために AI が期待されています。 AI によって仕事の効率を上げ、人手不足を補い、産業の競争力を高め、新しい技術やサービスを生み出していく。これが政府が描く AI 成長戦略の大きな方向です。しかし AI は便利だからといって何でも任せていい技術ではありません。 AI が間違えることもあります。情報が漏れることもあります。誰かの権利を知らないうちに侵害することもあります。さらに AI がサイバー攻撃や詐欺に悪用される可能性もあります。だから政府は AI を広げるだけではなく、セキュリティ、教育、行政、個人情報や医療などそれぞれの分野で注意すべき点を整理しようとしています。 AI を使って日本を成長させる。でも AI を信頼できる形に整える。今日は政府が描く AI 成長戦略を出発点に AI が日本にもたらす光と影について考えていきます。 AI は日本社会を支える力になる。日本が AI に期待する理由はとても現実的です。少子高齢化が進み、働く人は少なくなってきます。一方で社会に必要な仕事は減りません。役所では手続きや問い合わせ対応が増え、病院では医師や看護師の負担が重くなり、学校では先生が一人一人の子どもに十分な時間をかけることが難しくなっています。製造業では人手不足の中でも品質を守り、研究開発では世界との競争の中で新しい技術を生み出さなければいけません。こうした課題を人間の努力だけで支え続けるのは簡単ではありません。そこで AI が必要になります。 AI は人間を全て置き換えるためのものではありません。人間だけでは処理しきれなくなった仕事を支える技術です。例えば役所では AI が問い合わせ内容を整理し、必要な手続きを案内できるかもしれません。医療では画像診断や事務作業を支援することで現場の負担を軽くできる可能性があります。教育では一人一人の理解度に合わせた学習支援ができるかもしれません。製造業では設備の異常や不良の兆候を見つけることで品質とセンサー性の両方を支えることができます。そして研究開発では膨大なデータを分析し、人間だけでは見つけにくい組み合わせや法則を発見する力になります。これは単なる効率化ではありません。人手不足を補いながら日本の産業や研究の力を押し上げる可能性です。ここに AI の大きな光があります。 AI を広げるほど信頼性が必要になる。
AI を社会に広げるほどリスクも広がります。だから政府の AI 戦略では信頼できる AI が必要になります。 AI はもっともらしく間違えることがあります。偏った判断をすることがあります。個人情報や機密情報の扱いを誤れば大きな問題になります。 AI を悪用したサーバー攻撃や偽情報、詐欺、ディープフェイクのような問題もすでに現実のリスクになっています。しかも AI のリスクには使う場所によって変わります。学校で使う AI と病院で使う AI には気をつけることが違います。役所で使う AI と工場や発電所で使う AI でも求められる安全性が違います。だからこそ分野ごとのガイドラインが必要になります。教育では AI が子どもの学びを助ける一方で考える力を弱めないようにする必要があります。行政では AI が判断に関わるのならその結果に誰が責任を持つのか曖昧にできません。医療では AI の支援が役に立つ一方で最終判断を人間がどう行うのかが重要になります。知的財産では AI が作った文章や画像、設計データがどこまで使えるのかが問われます。そして工場や発電所のような現場では AI の見落としや誤警報が安全に直結することもあります。 AI を広げるのならルールも一緒に広げなければいけない。 AI を使うのなら安全を使う仕組みも一緒に作らなければいけない。これが日本政府の AI 戦略を理解する上で欠かせない視点です。日本の AI 戦略が目指すもの。日本政府の AI 戦略は AI をただ広げようとしているわけではありません。社会の中で安心して使える形に整えながら日本の成長につなげようとしています。 AI を使って人手不足を補い生産性を高め産業競争力を強くする。その一方で情報漏洩、権利侵害、誤判断、運用といったリスクにも備える。つまり AI の可能性を伸ばしながら AI の危うさも管理しようとしているのです。ここに日本の AI 戦略の特徴があります。 AI を活用する。しかし AI を盲信しない。 AI を社会に広げる。しかし責任まで AI に押し付けない。このバランスがこれからの日本にとって重要になります。本当に怖いのは AI を疑わなくなること。 AI のリスクというと多くの人は AI が間違えることを思い浮かべるかもしれません。もちろんそれは大きな問題です。 AI は正しそうに間違えることもあります。存在しない情報をもっともらしく話すことがあります。でも私はそれ以上に怖いことがあると思っています。それは人間が AI を疑わなくなることです。 AI はとても自然に答えます。こちらの考えを整理し分かりやすく説明してくれます。だからつい信じてしまう。以前なら私たちはいくつかの情報を見比べながら自分で判断していました。でも AI は最初から答えの形で返してきます。答えが早く出ることは便利です。しかし早すぎる答えは考える時間を奪うこともあります。人間が考える前に AI が結論を出す。人間が迷う前に AI が説明を用意する。その状態に慣れすぎると私たちは自分で考える過程を失っていくかもしれません。もちろん
AI を使うことが悪いわけではありません。 AI は私たちの思考を助けてくれます。文章を整理し、アイデアを広げ、見落としていた視点を出してくれます。でも大切なのはここです。 AI を使って考えるのか、 AI に考えてもらうのか、この2つは全く違います。 AI 時代に必要なのは AI に答えを出させる力だけではありません。 AI の答えを疑う力です。日本の勝ち筋は信頼できる AI。 では日本は AI 時代に何を目指すべきなのでしょうか。私は日本がアメリカや中国と同じ戦いをする必要はないと思っています。アメリカは最先端の AI を生み出す力があります。中国は大規模に AI を社会へ広げる力があります。日本がその両方と同じ土俵で正面から戦うのは簡単ではありません。でも日本には別の強みがあります。それは信頼性です。日本はこれまでものづくりや社会インフラの現場で正確さ、安全性、品質を磨いてきました。壊れにくいものを作る、現場で使える形にする、想定外のことが起きた時の対応まで考える、この価値は AI 時代に必要なものになります。 AI が間違えた時にどうするのか、 AI の判断をどこまで人間が確認するのか、責任をどこに置くのか、ここを丁寧に設計できるかどうかが AI 時代の日本品質になるかもしれません。日本が目指すべきなのは単に最強の AI を作ることだけではありません。 AI を安心して社会で使える形に磨き上げること、信頼できる AI を作り、信頼できる使い方を広げていくこと、それが日本らしい AI 戦略になるのではないでしょうか。 AI は日本の希望になるのか。では AI は日本の希望になるのでしょうか。私は希望になりうると思います。 AI には人手不足を補い、社会の効率を高め、産業や研究の力を押し上げる可能性があります。それは日本社会の限界を広げ、新しいイノベーションを生み出す力でもあります。しかしそれは AI を正しく使えた場合です。 AI を盲信すれば希望は危うさに変わります。 AI の答えを疑わなくなれば人間の判断力は弱ります。 AI に責任を押し付ければ社会の責任の所在は曖昧になります。だから政府の AI 利活用と同時に分野ごとのルールを整えようとすることには大きな意味があります。 AI を広げるのなら AI を疑う仕組みも必要になる。 AI を使うのなら人間が責任を持つ仕組みも必要になる。 AI が出した答えを生きるのは AI ではありません。私たち人間です。政府が描く AI 成長戦略には大きな光があります。しかしその光が強くなるほど影もまた濃くなります。 AI は日本の希望になるのか、その答えは AI 自身が決めるものではありません。 AI をどう使い、どこで疑い、どこで責任を持つのか、それを選ぶ私たち自身が決めるのです。